皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。日本語コーチのしおんです。今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。ということで、とうとう4月になりましたね。早い。なんか、よくルーティンワークなことをしていると、一日が早く感じたり、一年があっという間に感じるって聞いたことがあるんですけど、私は結構毎年新しいことに挑戦をしていて、ここ数年で住む場所がいくつか変わったりとか、仕事も結構変わっていて、なんかルーティンをずっと繰り返してるわけじゃなくて、どんどん新しいことをチャレンジしているのに、なんか一年が経つのが早いし、一日は24時間じゃ足りないなって思っています。あれ？今日ももう一日終わっちゃったみたいに毎日なっています。皆さんはどうですか？結構一日が早く感じる方はいますか？はいですね。日本はですね、4月になったので、春ということで、結構毎日ポカポカと暖かい季節になってきました。皆さんの国ではどうですか？まだすごく暑かったりとか、まだすごく寒かったりする国もありますよね。私も北海道に住んでたし、生まれも育ちも北海道なので、北海道は4月もまだ雪があったと思います。雪が降る季節ではないんですけど、寒くて雪が溶けない、そんな感じだったなと思います。本州とか沖縄ですね、とかはもうどんどん暖かくなっていて、春の季節になってきています。皆さんの国ではどうですか？ぜひ教えてください。はい。ということで、突然なんですけれども、皆さん、質問です。皆さんの国では、一年の始まりはいつですか？多くの国では、おそらく1月1日が1年の始まりかなと思います。日本でももちろん1月1日は新しい1年の始まりです。新年ですね。新年は1月1日になります。でも実は日本人の多くは4月も新しい1年のスタートと感じている方がいます。どういうことって思う方もいるかもしれないんですけど、日本ではですね、カレンダーの1年と自分の生活に関わる1年間が違う方が多いです。なぜならですね、日本では仕事や学校の多くが4月から1年をスタートするからなんですね。なので日本人にとって4月は新しい生活が始まる特別な時期になっています。はい、早速ですね、今日のポッドキャストのテーマとして、日本人にとっての4月ということについてお話をしていきたいなと思います。まず、新しい生活が始まる時期って何だろうって思いますよね。例えば、日本の学校についてなんですけど、日本の学校はほとんどが4月に新学期が始まります。小学校、中学校、高校、大学、すべて4月から新しい学年がスタートします。入学式も4月にあります。他にも日本の学校では4月になると新しいクラスが発表されたり、新しい先生に出会ったりとか、初めて会うクラスメートがいたりします。なので4月はとても特別な雰囲気があります。例えばこの1年、どんな友達ができるかなとか、新しいクラスにはどんな人がいるかな、そんなワクワクした気持ちになる方も多いんじゃないかなと思います。だから日本では4月のことを出会いの季節ということもあります。はい。そしてね、4月は学生だけではありません。社会人にとっても大きなスタートの時期になります。日本では多くの会社が4月に新入社員を迎えます。つまり大学を卒業した人たちは4月から社会人として生活をスタートします。例えば入社式というイベントがあります。
これは新しく会社に入る人たちを迎える、イベント式ですね。そこから、新しい新人の研修が始まったりとか、新しい職場で働き始めたり、そんな人生の大きな変化が起きる時期かなと思います。昨日までね、学生だった人が今日から社会人になる、そんな大きな変化が起こるのも日本では4月になっています。ここで海外とのね、違いについても少しお話をしたいと思います。実はこの4月スタートは日本の特徴の一つです。多くの国では学校は9月スタートが多いですよね。皆さんの地域、国ではいかがですか？ヨーロッパとかアメリカの方では9月から新しい新学期が始まる国も多いと聞きます。なので、日本の4月スタートと聞くと、どうして4月なのと思う方も多いと思います。でも日本では会社も学校も新しい生活も多くのことが4月から始まります。なので日本人にとっては結構4月が人生の区切りになりやすいかなと思います。はい。そしてもう一つ、4月が特別な理由があります。それは季節ですね。日本の4月は季節で言うと春になります。例えば桜が咲いたりとか、冬が終わって暖かくなったりとか、新しい生活が始まったり、こういうイメージが全部重なって、日本では春イコールスタートという形、そういう感覚を持っているかなと思います。よく見てみると、日本のアニメとかドラマでも、新しい学校生活が始まるシーンっていうのは、桜が咲いてることが多いですね。皆さんも見たことあると思います。新しい制服を着て、歩く道に満開の桜が並んでる。そんなシーンなんか見たことあるんじゃないかなと思います。ここで少し私の話もね、してみたいなと思います。日本ではですね、4月になると新年度という感覚があります。年度っていうのはカレンダー上の1年とはまた別に4月から新しく始まる1年のことになります。私もこの時期になると今年はこんなことを頑張りたいなと新しい目標をね考えることがあります。例えば新しいことにちょっとチャレンジしてみようかなとか挑戦してみようかなだったりとか、去年達成できなかったことを今年は絶対に達成するぞとかいろいろですね。ちなみに私も4月なので今年の目標をね考えてみました。はい。実はですね、私、今、新しいことにたくさん挑戦をしていて、今、大きなプロジェクトとしては、日本語の教科書を皆さんに届けるために、今、アップデートをしたり、そのためにですね、新しく仲間を迎え入れて助けてもらったりをしています。日本語レッスンがね、私も毎日日本語の先生なので、毎日やりながら、5から多い時で9レッスン入ってたりとかもしていて、かなりね、忙しくさせてもらっているんですけれども、なんとかこの教科書をね、皆さんに届けたいなと思って、今、たくさん準備をしています。なので、そんな新しいことにも挑戦をしているので、しっかりそのプロジェクトが前に進むようにしていきたいなと4月は考えています。最近は一人ではできないことも増えてきて、新しくね、メンバーとして入ってきてくれた仲間もいるので、その仲間たちに頼りながら、そして助け合いながら、皆さんに最高の教科書を届けられるように、4月は今までずっと一人で頑張ってきて頭がぐちゃぐちゃってなっていたんですけども、それをまず整理して体制をね、整えていきたいなと思っています。なので4月は基盤を作る、ベースを作る、そんな月にしていきたいなと思います。そんな感じで4月はですね、気持ちをリセットして新しくスタートする時期でもあります。皆さんの国ではどうですか？新しい目標を立てるのはやっぱり1月が多いですか？もちろん1月もね、目標を立てたりもしました。
それとも学校とか何かが始まるタイミングでしょうか？ぜひ皆さんの国でもスタートの季節とかもぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。ということで、今日はですね、日本人にとっての4月というテーマについてお話をさせていただきました。日本では1年の始まりが1月1日なんですけれども、多くの人にとって4月も新しい1年のスタートのような感覚があります。会社もね、学校も4月から始まるところが多くて、新しい出会いもたくさんあります。そして桜がね、咲く春のタイミングとも重なって、4月イコール新しいスタートというイメージがね、日本にはあります。もし皆さんが春をね、日本で過ごすことがあれば、ぜひ日本の新しい始まりの季節を感じてみてほしいなと思います。では、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。